どうもペンテンクルーの大河です。今からですね、原宿のナイキ原宿にちょっと久々に行こうと思います。というのも、昨日ぼーっとスニーカーズ見てたらスニーカーズパスが久々に取れました。久々じゃない、初めて取れました。ものはね、ジョーダン1の仕様 .jp 企画のミッドナイトネイビーでございます。久々にジョーダンにしてはかなりいいなという印象です。僕そんなに正直ジョーダンが得意ではない、あまり好みではないんですけど、あれに関してはかなりいいなと思っておりましたので、ちょっとゲットできてよかったなというところなんですが、スニーパス自体初めてなんでちょっとどういうシステムなのかあんまりよく分かってないんですが、とりあえず原宿の方行ってみたいと思います。はい、というわけで無事購入することができました。11時オープンの11時2分ぐらいに行ったんですけど、結構人がいましたね。多分10人ぐらい僕の前にはもうすでに並ばれてたような形です。久々に原宿を走りました。とりあえず家帰って早速レビューしたいと思います。はい、というわけで、ただいまお昼12時です。お家戻ってきました。早速ね、今回購入したナイキのエアジョーダン1レトロハイ OG CO.jp 企画のミッドナイトネイビー、ちょっとご紹介していこうかなと思います。ボックスに関しては通常のジョーダン1のボックスではなく、グレーとナイキスーシュのロゴがですね、シルバーになってます。ちょっとスペシャル感あふれる感じのボックスとなっております。こんな感じですね。僕今回ですね、25.5 をチョイスしましたというか、焦ってチョイスしたんで、ジョーダン1は本来であれば26とか 26.5 なんですけど、スニーカーズの設定通り 25.5 をそのまま購入しました。ちょっとかなりジャスト気味かなとは思うんですが、履けるかなとは思います。早速ちょっと開けていきましょう。よいしょ。一応店頭の方で、確認をしてくださいということで見たんですが、ちょっと改めてね、じっくりと見れたらいいなと思います。こんな感じです。かなりいいと思います。最初にね、ご存知の方はもちろん多いとは思うんですが、ざっくり、彼がどんなモデルかっていうのをね、ご紹介できればなと思っておりますが、記憶に新しいのが、今年の7月末と8月に復刻を遂げた、同じく CO.jp 企画のシルバー、メタリックシルバーのモデル、覚えてらっしゃる方も多いと思いますし、購入できた方も多いと思います。それの、いわゆる、第2弾と言ったらいいのかなと思います。シルバーのモデルに関しては、2001年のお正月にですね、2001足限定で、発売されたものが復刻したという形になります。で、彼に関しては同じく2001年の6月にですね、3000足限定で、ゲリラ的にリリースされたのが彼でございます。で、それがまた同じく19年時を経て復刻したのがこちらとなっております。当時のディティールとどういうところが違うかっていうと、当時はですね、ハイカットとミッドカットの2種類が同じカラーで作られました。で、ヒールの方にはね、ジャンプマンロゴの刺繍が当時は入ってたんですが、今回はないということです。
プラスアルファ、終端ですね。終端に関しても、今回はナイキエアーとなってます。前回は全然違うジャンプマンロゴとなっております。で、あと、数種に関しても、前回の方が、シルバー色っていうのが、やや控え気味だったそうです。今回、まあまあ強めのシルバーかなっていう感じですね。あとですね、終端裏に関しても、前回は3000足限定ということで、シリアルナンバー記載あったんですけど、今回は2001から2020という、復刻を遂げたという意味合いで、今回はこのようにラベルが縫い付けられております。僕たちの動画をね、ご存知の方、分かっていらっしゃるかなと思うんですけど、僕、何度も言うように、ジョーダン1がそんなに得意じゃないんですよね。あんまり好きではないモデルなんですが、今回のこちらのカラーリングに関しては、かなり久々にちょっとゲットしたいジョーダンだなと思っておりました。皆さんもね、記憶に新しいと思うんですけど、去年出たナイキの SB から出たモデルで、エリック・コストンのモデル覚えてらっしゃるかなと思います。あちらはね、ローカットで販売されたんですけど、あれのいわゆる元ネタが2001年に発売されたこちらでございます。で、SB のモデル僕結構欲しかったんですけど、結局買えずで、僕ダンクもジョーダンもそうなんですけど、ミッドカットとかローカットより僕はハイカットの方が好きなんで、これちょっと出ないかなと思ってたんですよ。シルバー出た段階で、これももしかしたら復刻するのかなと思ってたんですけど、案の定、彼が復刻してくれたんで、もうこれは狙うしかないなと思っておりました。で、たまたまね、最初にも言った通り、スニーカーズパスを初ゲットすることができたんで、これはかなりラッキーだなということでございます。じゃあ細かくディティール見ていきましょう。まず、アウトソールですね。アウトソールがミッドナイトネイビーのカラーリングとなってます。通常のジョーダン1のアウトソールですね。で、ミッドソールがパキッとした白です。セールとかではなくホワイトですね。真っ白となっております。で、アッパーです。アッパーがね、かなりいい感じなんですよね。基本的に2色使いとなってるんですが、数種だけシルバーとなっております。結構アクセント効いてると思います。シルバーね、どうかなと思ったんですけど、そんなに嫌味のないキラッと光る感じのシルバーではないんで、これはこれでいい感じかなと思います。トーガードの方であるとか、この辺りのスタビライザーとかアンクルガードの方っていうのはヌバックが使われております。ミッドナイトネイビーのカラーリングのところがヌバックです。僕最初スウェードで出てるのかなと思ったんですけど、実物手に取ってみたらね、ヌバックだったんで、これはかなりクオリティ高いなと思いました。で、ホワイトの部分ですね、トーボックスであるとか、終端もね、今回レザーでございます。あとミッドパネルの方であるとか、かかとの方ですね。これはね、かなり脂肪の効いた、いわゆるシュリンクレザーっていうやつですかね。ジョーダンとかで、ここ最近よく使われてるタイプの、脂肪が効いたシュリンクレザーとなってます。この脂肪効いた感じもかなりいいなと思います。で、続いてウィングロゴですね。ウィングロゴ、これ僕好きなんですよ。ジュエルタイプになっております。これただ、年数経っていくと結構黄ばんでくるんで、気にされる方はちょっと要注意かなとは思うんですが、これいい感じですね。僕はこのジュエルタイプ大好きです。で、さっきも言った通り、終端はレザーとなっております。めっちゃ上質ですね。ナイキエアとスッシュに関してはこれ刺繍が入っております。で、プラスアルファ単裏が、このような2001、2020となっております。で、インソールですね。インソールはジョーダン1の特徴的なもう貼り付けられちゃってるんで、ちょっと取れないんですけど、ジャンプマンロゴと CO.jp、日本企画ですよっていう意味合いでプリントされております。これどうしても剥がれちゃうんで、気にされる方はこの点も要注意かなと思います。履き口周りはね、メッシュというか、なんだろうこれ、ちょっと珍しいポツポツとしたマークが入っておりますが、結構足馴染み良さそうな、パッドはそんなに入ってない感じかなっていうような印象です。はい、履いてみました。今回はですね、いつもの軍パンとか、リッキーズのオリーブの色ではなく、ちょっと色薄めのジーンズ選んでみました。これね、お気に入りでずっと履いてるんですけど、10年ぐらい前に古着屋で買ったヴィンテージのベルサーチのボトムなんですよ。でこれ、色落ち具合がかなりいいなっていうのと、なんかちょうどいい太さ、細くもなく太くもなくっていう感じなんで、結構重宝してるんですが、やっぱりこのカラーリングはデニムと合うかなと思うので、ちょっと今回履いてみました。よいしょ。
右足の方がね、ちょっとギュッと紐を締めてみたのと、左足に関してはちょっと緩く履いておりますが、僕今回ね、25.5 で、ちょっとやっぱり正直、ここの部分って言ったらいいのかながやっぱりちょっときついかなという感じです。ゆるく紐を締めた感じだと、ちょうどほんとジャストっていう感じですね。ただ僕の場合、ジョーダン1とかちょっとクラシックなモデルっていうのは紐をギュッと締めたいんで、こういう感じで履きたいんですけど、それだとちょっと痛いかなっていうような感じです。ただジャストはジャストです。もうほんとめちゃくちゃジャストっていう感じですね。で、上から見た感じの見た目がめちゃくちゃいいですね。ネイビーが効いてますし、意外とシルバーの数種もね、嫌味なく見えるんじゃないかなと思います。1、2回ロールアップしたらどういう感じになるんだろう。こんな感じか。これも悪くないかなと思います。はい。ちょっとアメリカの少年っぽい感じが出るかなと思うんですが、いや、いいですね。悪くない。めちゃくちゃいいです。なんか、普通のジョーダンなんですけど、ちょっとジョーダン、普通じゃないというか、CO.jp 企画ってやっぱり、2001年からかなりいい色味で出してたんだなっていうのが分かりますね。時代が追いついたというか、本当今のカラーリングというか、今の気分のスニーカーなんじゃないかなと思います。履き心地はね、やっぱりジョーダンファンなんで、ちょっと硬いですね。あんまりいいとは言えないかなっていうような感じですね。はい。ただ25.5 でも問題ないかな。ただやっぱり紐をね、ゆるく結んだ時の方が僕的には履き心地はいいですね。はい、こんな感じとなっております。さあ、いかがでしたでしょうか。いや、本当にめちゃくちゃいいと思います。ジョーダンって、やっぱりさすがのクオリティだなと思いました。ここ最近ね、ダンクを手に取る機会が多かって、ダンクの良さって、いい意味で言えば、チープ感が良かったりするんですよね。かなりチープで、ボロボロになった方がかっこいいっていうのがダンクだと思うんですけど、やっぱりジョーダンって、ダンクとは全然違うなと、似て非なるものだなと思います。かなり作りも高クオリティですし、なかなかやっぱりジョーダンっていいなと改めて思いました。はい。正規販売はですね、明日のスニーカーズでの発売になりますが、いや、これ全然狙ってみてもいいんじゃないかな。損はしないんじゃないかなと思います。で、なんとなくなんですけど、これもね、復刻まで19年かかったんで、これからしばらく絶対復刻ってされないと思うんで、気になってる方は絶対ちょっとこれ手に入れた方がいいんじゃないかなと思います。いわゆる、僕あんまりプレネっていうので買いはしないんですが、もしね、抽選外れたっていう、買えなかったっていう方も、ちょっと二次流通でも狙ってみてもその価値はあるんじゃないかなと思います。以上、今回はナイキエアジョーダン1レトロハイ OG の CO.jp ミッドナイトネイビーのご紹介でした。いや、本当に皆さんにぜひ手に取っていただきたいスニーカーです。明日ね、皆さんの健闘を祈っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. バイバイ。